Are we just smaller versions of a bigger home? 今日は Q&A コーナー、浜田マハさんペンカメラです。なんかもともと茶色が好きな国だし、飛行機の中を快適にするかっていうのをなんか世界を広げるようにして、だからグレタマが大好きだと思うから、やっぱ大好き。Side by side we sway there in all the colors. Summer love. Floats in love. Folded on the lawn chair in all the colors. Summer Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love. Memories washed in every shade of green and all the colors. Summer love. Remember the lazy river day canoe, bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another beach pie sunset view, sleeping in the afternoon. No place to be and nothing to prove. That's sure something I could use. A cure for the air-conditioned blues. Good to use some too. A little bit of summer love.改めましてこんにちは、えりこです。ここからちょっと話しながら、今日は Q&A コーナーっていうことで5万人記念の動画で Q&A やるので質問募集しますっていうふうに募集した時に送っていただいた質問をこの動画で回答できればなと思っています。で、前にやったのが1年前、ちょうど12月に Q&A やってからちょうど1年経つので、いろいろ変わってるところもあるかなと思うので、内容としてはもうインテリア、暮らしのこと、旅のこと、美容のこと、あとはお仕事とか動画編集で、プライベートなこともお悩み相談とかもジャンルを分けながらお答えできればなと思っているので、ぜひ最後までゆるくなんかラジオな感じでちょっとやっていければなと思うので、最後まで楽しんでいってください。今回も
ちょっとおしゃべり形式でやりたいなと思ったので彼もいます、後ろに待機しております待機。質問を読み上げてもらって私が答えるみたいな感じでやります。はい、ちなみにすっかりクリスマス仕様になったのでちょっと周りの様子も楽しんでもらいながらゆるくできればと思ってます。はい、じゃあまず最初の質問ね。じゃあちょっとインテリアのことからいきたいと思います、はい、インテリアの質問ありがとうございます。ありがとうございます。まずじゃあ1つ目、はい、花瓶や本のコレクション、家で大切にしているアートを見せてほしい。はい、じゃあまず花瓶は、いつも出ててすごいお気に入りなのはマリメッコのフラワーベース、リビングのダイニングテーブルに置いてある大きな花瓶がお気に入りなのと、本はたくさん本があるので一つに絞れないんですけど、最近ハマってるのは浜田マハさんっていう方の小説が。どういう雰囲気のなんか小説家さんなの？浜田マハさんは美術館とかアート、ゴッホとかピカソとかそういうアートを題材にした小説を書いてる人で、今ここにあるのは常設展示室っていう短編編とかがあるやつと、あとは全然アートじゃないんだけど本日もお日柄がよくっていうのを今ちょうど読み終わるところですごく面白かったので浜田マハさん最近好きです。ちなみにその浜田マハさんで、一番最初にこれ読むといいよみたいなのってあるの？読みやすいので言うとやっぱ本日もお日柄がよくは読みやすい。でちょっと長そうだなと思って次挑戦したいなと思ってるのが大江戸の沈まずっていう小説を次読んでみたいなと思ってます。はい、はい、インテリアの色やバランスはどのように学びましたか？独学ですデザインやってたからね。そうだね、配色なんか色彩検定とか受けたこともあって、なんとなくそれで色の使い方とかそういうのを覚えて、YouTube とか本とかを見ながら独学でなんとなくやっています。素晴らしい。じゃあお次、これもちょっとインテリアにつながることなんだけど、雑貨やインテリアがごちゃついちゃいます。センスよく飾ることはありますか？センスよく飾ること難しいね。難しいな。一つ私が大事にしてるのはさっきの色をカラーパレット作ってこういう色にしたい、だいたい 3,4 色ぐらい色を決める。ピンタレストで好きな見本こんな感じにしたいなっていうのを集める。なるほど、うちの場合はなんかこの色とこの色とこの色みたいなのあるの？テラコッタ色とベースの色は結構グレーとかこういう感じの木の色と、あとはちょっとブルーみたいな感じかな。あとグリーンもあるかもね。グリーンもあるかな。あとグリーンは普通に植物で取り入れてることが多いかもっていう感じです。はい、はい、じゃあちょっと暮らしのことになるんですけども、普段飲むコーヒー豆どこで買いますか？一番よく最近買ってるのはウッドベリーコーヒーっていうカフェで購入してます。結構いろんなところに東京だと店舗があるのでそこで購入してます。結構いろんなコーヒー屋さん行くよね、一緒にね。なんか前行ってたところで言うと、コーヒーはどっちかというと僕の方がのめり込んじゃうタイプなので豆屋とか、表参道の豆屋楽しい。豆屋楽しいし、あとはてめえコーヒーとかね。てめえコーヒー行くわ。てめえコーヒーはなんかピーチの味がするお豆とか結構面白いのがいつもあって楽しいです。なんか一元さんお断りじゃないけど、ひっそりとやってたのが最近なんか日本橋の方に店舗できたとか言ってたよね。なんか面白いコーヒー欲しいなとかいう人はてめえコーヒーおすすめです。最近お気に入りのカメラはありますか？最近お気に入りのカメラはこのライカ M6 フィルムカメラです。フィルムカメラだ。はい、最近奮発してというか意を決して購入したフィルムカメラが今一番のお気に入りかな。でもめちゃくちゃいい写真撮るなって思うよ。ありがとうお次、旅のこと、これまでの旅で好きな国はどこですか？好きな国、デンマーク。それはなぜですか？やっぱりもともとこう北欧のインテリアとか好きでよく飾ってるんですけど、私がその北欧の家具好きな理由はやっぱり色が好きで、デンマークはなんかもともと茶色が好きな国らしくて、って言ってたよね。言ってたね。そう
茶色ベースにカラフルなこう赤とか青とか黄色とかのパステルカラーをちょっとくすんだような色の配色の街並みとかデザインっていうのが多くて、なんか私のすごく好みにドンピシャでこうハマるデザインがすごく多くて、で街も落ち着いてるんだけど暖かくてみたいな空気感も心地よくて、物価が高いっていうこと以外はもうすごく大好きな国でした確かにね。そうコーヒーも美味しいしビールも美味しいし、今度僕らまた北欧に行きますからね。うん、北欧ちょっと物価は高いけど、物価は高いけど大好きです。はい、はい、ありがとうございます。旅行で一番心に残っていることは何ですか？うん、俺はいくつかあるよ。何？ニュージーランドかウルルか、ああそういうこと？タスマニアで置いてかれた時か。ことって言われるとあれだけど、その景色みたいなので言うとやっぱニュージーランドのテカポコのミルキーブルーの湖とか、タスマニアの朝見たラベンダー畑、あれよかったね。エアーズロック、うん、サンセットとサンライズのやっぱ朝かな、うん、朝見た景色が綺麗。それで言うとあそこも良かったね。北海道釧路の方の釧路の方の屈斜路湖、屈斜路湖で朝カヌーした氷の上を5時とか9時とかに行ってそう氷の上をカヌーした時の休憩した時のコーヒー最高だったな。あれ美味しかったね。うん、辛いんだけどやっぱ早朝が思い出にめちゃくちゃ残ってるかもしれない。では次の質問。旅行の Tips 小ネタが知りたいです。何かありますか？たくさんあるね。まず私たちはツアーを使ったことがあんまりないので、もう飛行機とホテルをもう別々にスカイスキャナーとブッキング.com、エアビーとかで見つけるのが安いかな一番、安いしなんかこう自分で調べる方が結構楽しい、旅として楽しくなるから、あんまツアーとか使わずにどっちもこう別々で撮るのが好きですね、あとはいかに飛行機の中を快適にするかっていうのを結構ヨーロッパとか行くと特にね。ヨーロッパとか行くと特にね。そうそう、ヨーロッパとか長いフライトだとメディキットとかスリッパ持ってったりとか、枕どれがいいとか、そこら辺こだわるのが結構おすすめです。ちなみにエリコちゃん含め僕も含め、あと他の旅好きメンバーで、12月ぐらいにねイベントというか交流会しようと思ってるんだよね。旅好き交流会みたいな。12月19日かな、ちょっとまだ告知してないんですけど、12月19日開けておいてください。旅好きな人がいたらもし。そうだね、はい、一緒にちょっとしたご飯を食べて、少しトークをしてで交流するみたいな感じのゆるっとした会になる予定です。SNS でわざわざ話さないような旅のこととか、そういうエピソードみたいなのをみんなでシェアできたらいいねっていうので、ちょっと定期的にやっていこうかって話をちょうどしてるので、旅好きでそういうの気になるっていう人はぜひ来てくれたら嬉しいです。こそっとお話しします。こそっとはい、はい、次です。次の質問。新婚旅行でオーストラリアおすすめのお土産は？私が好きなのはエッセンソリー。もしメルボルンだったらね。確かにメルボルンだったらエッセンソリーっていうアルバムブランドが大好きで、メルボルンにしか店舗がないのでおすすめ。新婚旅行って言われると難しいね。ただのお土産だったらまだ分かるけど、思い出に残るもの、でもなんかそれとかその花瓶とかおすすめかも。確かにこれもメルボルンかもしれないんだけど、ミリグラムっていうところの花瓶とか、あとティーポットとか、アクセントになるような雑貨が置いてあるのでおすすめです。ありがとうございます、では旅の質問はこのところで、お次、美容やお洋服のことについて質問がたくさん来ております、これあんまり言わないんだよねいつも、言わないねまず一つ目の質問。ネイルはセルフですか？ネイルはセルフじゃないですサロンにいつも行ってて、3、4週間に1回行ってて、乗っけておこうかな。でも新規の受付してるの今？してるし、定期的にインスタで上げるとフォロワーさんが来てくれてるっていうのをちょこちょこ教えてもらう。へー。そう。インスタではたまに行ってんだよね。そう、東京の学芸大学にある個人サロンですごく
私の好みのネイルにしてくれるのですごく気に入ってます。素晴らしい。いつも動画で見るお洋服はどこのものですか？よく着るブランドなどありますか？今は着てるのはマリメッコなんですけど、割合多いのはパブリック東京かユナイテッド東京っていう東京ベースっていう会社のブランドが多いのと、マッキントッシュフィロソフィーとかもちょこちょこあるかな。そうだね、マッキントッシュフィロソフィーとかマーガレット・ハウエル MHL マーガレット・ハウエルとか、ちょっとお高いからね、マーガレット・ハウエルは。そうだね、アウトレット行ったりとかファミリーセールの時とかに割とパッてまとめて買うことが多いかもしれないです。パブリック東京とか結構エッジがほどほどに効いているお洋服が多くて結構選ぶの楽しいです、では次、カバンの中身の動画で着てたベストかわいい、どこのですか？あれもどんなやつ？あれだね、ブルーとブラウンのこうベストだね。ブラウンベースのやつ？そうだね。はいはいはい。あれはパブリック東京です、最近買ったから売ってるかも。そうだね、最近今年買ったよね。スキンケアの質問が来ております。スキンケア教えてください。スキンケアね、今使ってるのは白ジュンっていう化粧水。何の美容液だっけ？コスメデコルテのアドバンストリペアセラム。僕が買ってるのではい、ちょっと恥ずかしながら私本当にスキンケアに結構疎くてこれを使っとけばっていうのをずっと使ってたんですけど、最近肌診断に行ってプロの人にこういうところが、課題というかこういう成分が入ってるものを使った方がいいですよっていうのをカウンセリングしてもらって、それをちょうど来週韓国に行くのでその時に調達しようかなっていうふうに思ってるので、ちょっとアップグレードする予定です今使ってるのはそのさっきの美容液、化粧水で、その上に一応クリームでカミュっていうブランドのクリームを使ってるって感じだよね。そうカミュは香りが好きです、なんかエリコちゃんは混合肌だからさ。そう混合肌で赤みと水分量をもう少し改善したいですねっていう話をしたので、なんかセラミドが入った化粧水と、セラミドはバリアだね。そう、あとアズライン酸アズライン酸となんかビタミン C でもそれも混合肌だからなんか T ゾーンはこれでほっぺとかはこれでみたいな風に分けた方がいいみたいなのとかを教えてもらって、何が言いたいかっていうと肌診断に行くのすごいおすすめしたい肌診断すごく良くてよかったでしょ？結構勉強になることがたくさんで行ってよかったなと思いました。肌診断も僕のおすすめです。そう結構厳しめの診断でちょっとショック受けたんだけどでも今日ツヤツヤだけどね、肌。そういい感じ。嬉しいはい、次行きましょう。使ってるメイク道具を教えてください。使ってるメイク道具か、お気に入りのやつはセルボークのリップとディオールスキンフォーエバーグロークッションファンデーションです。クッションファンデです。下地はラルシュポゼ。セルボークとか結構好きで使ってます、チークとかも。バスタブでの楽しみ方はありますか？バスタブではお水を持って行って入浴剤、最近無印の入浴剤使ってて入浴剤入れて、あとは読書したりとかネットフリックスとか朝ドラ見たりとかしてます。やっぱりなかなかこうゆっくりする時間ってお風呂とかしか取れない時もあるから、好きなドラマとか本見たりとかに時間を当てることが多いです。やっぱ湯船に浸かるの大事。ほぼ毎日使ってるね。海外生活してバスタブのありがたみに気づいてから毎日使ってます。緩めのエリコちゃんのことについての質問のコーナーに、旦那さんとの馴れ初めを聞きたいです。馴れ初めは出会いは朝活コミュニティが昔あって、そこで出会ったんですけど、仲良くなったのはもともと友達だったんですけど、よく飲み会を友達としてて、朝活じゃなくね。朝活じゃなく飲み会してて、マッコリとかチャミスルとかこう飲んでちょっと飲み過ぎちゃった時に仲良くなったかな。解放したっていうそうだねそんなんでいいのかな。いいんじゃない？はい。周囲に流されず自分の軸を持つために大切にしていることはありますか？
この人はフリーランスなんですが、周囲と違う生き方をしていることに不安を感じることがあるんですが、そういった意味で流されすぎないためにはどうしたらいいかっていう質問でした。なるべくなんか気をつけてるので言うと、なんか世界を広げるようにしてて、田舎出身だったから学生の時とかもなんか周りを見渡すと私しかこれしてないっていうことはたくさんあるんだけど、東京とかまで範囲を広げると同じようなことを思ってる人がいて、別に自分が一人だけっていうわけじゃないから、本読んだり、SNS でもいいし、なんか YouTube で見つけるとかでもいいんだけど、絶対に同じようなことを考え悩んでる人とか、それを経てこうなったみたいな人がいると思うから、そういうロールモデルみたいな人を見つけたりすることで、思ってることは間違いじゃないんだっていうふうになんか言い聞かせてることとかもあったような気がします。えりこちゃんはあんまり人のこと気にするタイプじゃない？気にするってだから結構変わっていくじゃん。今は割と落ち着いてるけど、やっぱ20代の時とかはこれでいいのかなみたいなやっぱ悩む時あるよ。マイペースなイメージあるから。いやでも不安になることはあるね。私結構気にしいそうだね、人の目は気にするけど、自分の世界持ってるなっていう意味だったんだけど、そのなんていうの、会った時はちゃんと人に気を使うけど、そのなんかちゃんとその選別するというか、エリコちゃんは、自分に気が合う人だけ会って、気が合わない人はうまくこうすり抜けるタイプっていう意味。それはある。結構だから合わない人は意識的に関わらないっていう風にすることもある、そのノイズになっちゃうなって思うから。そうだよね、それはなんかドライに、そうする時もあるかも。ありがとうございます、では次、小さい時に憧れた職業はありますか？ちっちゃい時は美容師さんに憧れてました。そうないや世界何もさちっちゃかったから、美容師さんに憧れて職業体験したこととかある。中学生とかの時ってこと？小学生の時。じゃあ次の質問、えりこさんご夫妻の両親が何をされている方なのか知りたいです。夫妻の？夫妻だ私の両親は、お父さんは結構自由に生きてる。最近は民泊の事業を始めました。確かに事業っていうか。お母さんは？お母さんは国際交流が好きなので、海外からお家にホームステイ受け入れたりとか、去年は台湾にホームステイ行ったりとか、確かにしてたね、そういう活動をしてます。すごい楽しんでる。うちの両親は、僕の父親も母親も基本的にはソムリエ。そうです。母親はあんま何してるのか俺知らないわ。好きな仕事をやってるはず。父親はソムリエですね、今も現役で働いております。僕の親父は八丁堀にあるとある3階建てぐらいのバーの1階のワインスペースで働いております。家族でご飯行こうって言ったらフレンチに連れてってもらえる。ベロベロに酔っ払うけどね人生将来のことについての質問でございます、恋人と長く続くために気をつけていることはありましたか？感謝を伝えることですね。素晴らしい。感謝大事。感謝大事だね。恥ずかしがらずに気持ちを伝えることです。はい、いいと思います、今の働き方に至るまでの道のり教えてください。新卒の時はウェブの広告代理店で営業の仕事をしてました。ちょっと3年ぐらい働いて、今度留学の会社のマーケティングの仕事をしてました。マーケティング担当みたいなのをしてて、そこで広告のことを、ウェブの制作、SNS の広告の立ち上げとか LINE とか、なんかそういうマーケティング全般のことをやってて、オーストラリアに行くタイミングで正社員を辞めてフリーランスになって、そこからサウナのマーケティングしたり、単発でデザインとか動画の制作の仕事したりとか、並行してこの YouTube、インスタを運営してます。だからずっとマーケティングとか、そういうのに関わってるし、関わりたいっていうふうに思ってキャリアを始めたので、それは変わらずって感じかな。では次、フリーランスに向いてる人ってどんな人だと思いますか？自分でこうしたいみたいなのが割とはっきりしてる人かな。確かにはっきりものが言える人かな。あとメンタルが強い人どうなんだろう。それでいうとさ、えりこちゃんってメンタル強めな方、弱めな方？強めではあると思う。そうだね。なんかそうだな、あんまりメンタルブレるっていうのは割と少ないかも。そうだね。不安とかあるけど弱くないなって感じ。弱くないね、えりこちゃんって学生の時の部活で鍛えられた。
あ、そうなんだ。駅伝部でってこと？駅伝部とバスケ部とバド部みたいな運動部ずっとやってたからそれでメンタル鍛えられた気がする。確かに確かに。それより辛いことないなって思ってる。では次、理想の人生像をどのように描いていますか？さらに毎日の暮らしで心の落ち着きと幸福を見つけるコツがあれば教えてください。あ、それね、英語でいただいたから訳すと変なんだけど、はい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 深い質問ですね。なんか年を重ねれば重ねるほどもう周りのみんなが私も含め健康に元気に楽しく生きるっていうことができるのが大切だなっていうのをなんかしみじみ感じる気がしている。なるほど。なんか最近さ、でもっていうかよく話してるのがさ、樽を知るみたいな、たまに話してるよね。そうだね。健康が一番です。健康でいつ死んでも楽しかったなって思えるように悔いなく生きること、それが大事。おお、素晴らしいね。もう抽出すると簡単に言うとそんな感じ。はい、じゃあ次、いずれは一軒家なども考えておられますか？一軒家考えてません。買うとしても多分マンションとかかな。どうかな。別荘を作ろうとしてるから、ある意味一軒家って言われたら一軒家かもしれないね。そうだね。なんか2拠点で別荘と今の家を行き来する、私たちがいない時は誰かに貸すみたいな感じの生活をしようと、来年からそうしてみようと話しているので、一軒家といったら一軒家かもしれないけど、東京は一旦賃貸です。もうちょっとしたらわからない。ちょっとさっきお仕事のことも触れたんだけど、続いてお仕事のことを他にも質問が来ているので、読み上げます。これは2個とも同じ方かもしれないけど、本業は何をされてますか？旅の最中の働き方が気になります。あとは YouTube はフルタイムですか？他にもしてることありますか？みたいな。今結構五分五分みたいな感じで働いてて、一つがこの YouTube とかインスタとかそういう私の活動で、もう一つがクライアントワークっていう感じでコンスタントにそのマーケティングの仕事を一つの会社から受けてるのと、単発で動画制作とかを受けてて、リモートワークのことしかあんまりないので、旅の時はパソコンでちょっと作業したりとかミーティングしたりとかをリモートでしてます。僕らが旅する時には、例えば4泊で行こうっていうのを5泊にして、間で1日作業する日作ろうかとか多いよね。そうだね。作業できるようにちょっと長めにとって、ちょっとゆるっとこう1日慣らして過ごす時とかが作れるように設定するのが多いですね。あとは今もちょうど再来週ぐらいに長い旅行があるから、このうちに切り詰めて仕事しなきゃって言って、その前に詰め込んで作業したりみたいな調整をしてます。じゃあ動画編集のこと、たくさん質問いただいております。動画撮影用と写真撮影用、どんなカメラ使ってますか？まず写真用は GR3X、 リコーのね、そうリコーのちっちゃいカメラ。それはなんか SNS とかに上げたりとかパシャパシャ撮る用で使ってて、あとはさっき話したライカ M6 をフィルムカメラとしては使っています。動画撮影用でいうと、今ちょうど撮影しているのはソニーの α7C2 っていうカメラで撮ってて、だいたい動画撮影はソニーのカメラが多いかなと思います。そうだね。でお出かけ用で使ってるのは Osmo Pocket 3が一番気軽に撮れるので、ブレたりとか手ブレもしなくて軽くていつでも持ち運べるみたいな感じなので、それを使う時もあるかなっていう感じです。初めてのカメラのおすすめ、ミラーレスか一眼レフ、どちらですか？あとおすすめありますか？ミラーレスか一眼か。はい、これは僕が言いたいことがあります。いや、今の時代はミラーレスと一眼レフなんてものはないです。正確に言うとね、皆さんが一眼レフと思っているものはミラーレスです。なのでミラーレス一眼というものを買うのをお勧めします。でその中でえりこちゃん的なおすすめは？むずいけど、一番初心者だとしたらメーカーはソニーがおすすめかなって思ってて、なぜかというと、一番やっぱユーザー数が多くて情報がたくさんあるような気がする。動画とかだと特にあるね。そう、動画だと私はソニー最初に買いましたね。ちゃんとやろうと思った時、ちゃんとやろうと思って買った時はソニーの ZV-10 っていうカメラを使ってて、そのランクでいうと今も変わってないかな。
今ね ZV-E10 は2があるから、そっか ZV、まあ、2でもいいかもね。がそのレンズ交換する楽しみもあるし、一番こうコスパがいいというか安いので、それを使ってみてやっぱり物足りないなとかこうしたいなみたいな時にもう少しランクが高いものとか、そうこういう α7C2 とか、正直ね α7C2 を買えばことは足りるというか、もうそれでいいと思うから最初から買っちゃう、最初から買っちゃうっていうのもおすすめではある。確かにね、ちょっとお高いけどね。ちょっと高いけどでもありだと思います、はい、次、動画編集は独学ですか？どんなソフトを使っていますか？動画編集はだいたい独学です。ファイナルカットプロっていうソフトを使ってます。前は Adobe Premiere っていう Adobe っていうところのやつを使ってたんですけど、ファイナルカットの方が結構編集しやすいというか、編集が早いね。Apple に最適化されてるので編集しやすくて、そっちを使ってます。で次の質問が、動画編集でも写真編集でも好みの色味の作り方とか見つけ方はありますか？はい、説明したらすごい長くなっちゃうけど、一番簡単なのは好きな色味のプリセットとかアプリ、スマホとかでいうところのフィルター、わかるかな？わかるよねきっとフィルターを見つける。なんか写真でいうとプリセット、動画でいうとラットっていう LUT ラットっていうのがフィルターみたいなもので、それをお気に入りのクリエイターさんとか配布してるところとか購入してるところがあると思うので、そこでも購入して当ててみる。で露出とか色温度とかを調整するっていう風にするのが一番簡単かなと思います。一から色味作るっていうのは私はやったことなくて、やろうとしたことがあるけどちょっと奥が深すぎるなと思ってやめましたなんか難しいよね、なんかその色味を全部作るまでにはさ、結構途方もない時間がかかる、僕も3年ぐらいやって自分の好きな色味見つけてるから、もう好きな人のテンプレートを買ってそれをベースにいじるみたいなのがいいと思う。そうだね、次の質問、 YouTube の音楽選定素敵です。ありがとうございます。使っているソフトとかアプリありますか？アートリストとエピデミックサウンドっていう有料のミュージック素材サービスみたいなサブスクのサービスがあるので、そこで入れて使ってます。じゃあ動画とか写真に関しては最後なんですけど、カフェやお店での撮影許可って大変ですか？大変ではないです。意外と心よく OK してくれるよね。普通にこう撮影しても大丈夫ですかって聞いて、ダメって言われたら撮影できないし、いいよって言われたら堂々と撮影するんですけど、だいたいその他の人に迷惑かからない形でこう顔とか映さないようにするので、店内撮影していいですかっていうふうに聞くと、結構快く最近は全然 OK してもらえることが多いです。むしろ撮影して、YouTube とかにして、でそこからこう海外の人とかが来てくれてすごく嬉しいですってコメントいただくこととかもあるので、普通にこう聞いてみるのがいいかなと思います。自分もちょっとなんかどぎまぎしながら撮影はちょっとできないので、僕らの場合は2人いるから聞きやすいのもあるかもね。でも1人でも最近聞く。あ、そう。普通に聞く。へえ。そう、撮影したいから普通に聞いて、なんか慣れれば全然。最初に聞くのちょっとハードル確かに高いなと思っちゃうけど、もう聞き慣れてるからそんなにね。あとダメな時大体ね、窓のとことかに撮影ダメですよっていうマークつけてくれてるので、もうその時は潔く撮影しないです。だいぶ質問を取り上げてきましたが、最後お悩み相談が結構ちょいちょい来てるので、お悩み相談とか、いろいろジャンルとかバラバラだけど、まず一つ目、昨日から一人暮らしを始めました。雑貨屋さんで小物を買うなら何から揃えるといいと思いますか？でも小物揃えていくのは後だよね。そうね、だからちょっと大きめの小物、家具じゃなくて家具の次に大きめの小物だとしたら、花瓶とか照明、キャンドル、植物とか、この4つぐらいかな。やっぱ大きいものから揃えて小物を集める、本当にもっと小物を集めるのがいいかなと思うので、です。おすすめ。では次、旅をすることへの不安ありませんか？旅をすることへの不安はないですね。じゃあ次じゃあ大きな決断にひよってしまいそうな時どう考えていますか？その
分岐があるとしたら、それぞれの先 2,3 年後とか、1年後とかでもいいか、どうなってそうかをイメージして、どっちが楽しそうかを考えて選ぶこと。冷静に考えてこっちの方が楽しいでしょうっていう風になったら、割と日和らずに決断できる、私は。なるほど。例えば会社を辞めるとかだったら、会社辞めるか辞めないで続けるかの時に、辞めないで続けた先に今と何も変わってない未来か、ちょっと悪くなってるかもみたいな未来が見えたとしたら、こっちのがワクワクするからこっちのが間違いじゃないって、なんか日和らずに決断できるかな。じゃあ次の質問なんですけど、モノトーンにしたいんですけどぐで玉がオレンジでどうしようもできません。どうしたらいいですか？それね、見た時にね、なるほどって思ったんだよね。そういう悩みがあるのかっていう。モノトーンにしたいっていう前提はもう崩れちゃうよね。前提、なんでモノトーンにしたいのかっていうところから聞きたいんだけどコンサルやん。でもモノトーンにじゃあしたとして、ぐで玉が邪魔かっていうとアクセントになるし、きっとその質問してくれた人はぐで玉が大好きだと思うから、やっぱ大好きなものはお家に見えるところにきっと置いといた方がいいと思う。そうだね。テンション上がるし、私もなんかムーミンとかなんか置いてたりするし、ちょっとごちゃついちゃうなって一瞬思うんだけど、でも自分の部屋だから見えるところに置いといた方がテンション上がるので、置けばいいと思います。うちのさテラコッタカラーみたいな感じでさ、ちょっとお部屋の端とかにぐで玉と同じオレンジを差し込むとかね。そうね、モノトーンにだから黄色オレンジ、例えばこういう風に花瓶とかティーポットとかキャンドルとか同じ色を点々とこう差し込んでいくと、意外とアクセントになって可愛いかなと思います。はい、飾ってあげてください。飾ってあげてください。次の質問、どんなことにお金を使うことが多いですか？これちょっと質問多いので、読み上げると、どんなことにお金を使うことが多いですか？ちょっと自分の収入も限られてて、どこにお金をかけるべきか迷ってますみたいなところからの質問ですね。私が一番惜しみなく使いたいなって思うのは、経験、自己投資は結構若い時から惜しみなくというか、限られたお金の中での優先順位を高めに使いたいなって思ってることで、例えばデザインのスクールに行くとか、なんか習い事するとか、そういうのはゆくゆく自分のスキルとか何かに変わるものなので、それはお金使いたいし、旅とかそういう思い出になることにも優先的にお金を使いたいなって思ってて、で逆にそのお洋服とかインテリアとかも揃えてはいるんだけど、揃えてる時に大切にするのは、なるべくその 2,3 年後とかも見据えて、これが本当に必要なのかみたいなのを考えて、なるべくこう長いスパンで使えるようなものを選ぶようにしてます。次ちょっと就活研修系の質問が2つ来ておりまして、1つ目、新社会人で研修が辛いです。どうすればいいですか？わかります私も社会人になって一番辛かった時いつですかって言われたら、やっぱ新卒の時が一番辛かったなって思う。そうなんだ。俺ね、新卒ないのよ。何それ？そのインターンのまま入っちゃった上に、その新卒の同期とか一人もいないのね。ちっちゃい会社にそのまま就職しちゃったから。だから研修の辛さは分かんないのよ。研修が辛いっていうか、新卒の時が辛かったね。いや、その営業だったから、営業のその数字が取れるようにならなきゃいけないから、その毎日こう営業のロープレ、セールスのロープレしたりとか、セールスのこうスクールみたいなのに毎週行くように決まってたりとかで、そこでプレゼンの練習したりとか、ノルマがあったりとか、そういうのが結構あって、新卒の時は。今考えるとちょっと戻りたくないなって思うけど今それがあったからこそ、それよりも辛いことはないなって思って頑張れるので、割とやっぱその一番その最初の辛い時を乗り越えると楽になったりとか、なんか楽しくなって、なんか辛いとも思わなくなったりするからっていうのを信じて、最初はがむしゃらに目の前のことを頑張るっていうのがいいんじゃないかな。多分この人
終わってるからねもうそうなんだよ遅すぎる回答するのが多分もうその先に行ってるかも。言ってると思うでももし辛いことがあったら逃げれるっていうのも頭に覚えておくとやっぱりね鬱になったりとかそういうこともあるから、最悪それじゃない道もあるよっていうのを思いながらやると頑張れる気がします。いいことですね。はい、新社会人ともう一つ就活生の学生ですと、先輩としてアドバイスはありますか？先輩としてアドバイスか。就活の時一番辛かったな辛い時たくさんあるよね研修の話してなかったいや就活から新卒にかけてがやっぱなんか自分に自信がなんか持てなかったりとか社会人として必要とされてるのかなみたいなのが不安になった時期だったから、そう就活あんまり納得できなかったけどおすすめは社会人の人がたくさんいる場所に行ってやっぱ離れするのって大事だなって思うかも。確かにいろんな人の話を聞くのは大事だよね、大人のことを知らなすぎて就活したなって思ってるのがそれを後悔っていうかそうしてればよかったなって思うからバーに行くとかでもいいしなんかこう交流会とかに行くのでもいいんだけどそういうコミュニティとかで結構普通にこう生活してるっていうことが分かるからそういうところに行って話を聞いたりただ仲良くなるっていう経験をするだけでもなんかこう就活の進め方とかが変わるような気がします、気負わずに楽しく就活頑張ってください。じゃあ次の質問、ワーホリの資金どうやって集めましたか？また滞在中はお二人ともリモートワークで日本の仕事をしながら過ごしておられたのでしょうか？そのリモートワークでっていうのはそうです。資金は前職の時からの貯金を資金にしてます。最後ねワーホリに行った時に、ワーホリ中にエリコちゃんがインスタ結構ググって頑張ってやったから、お仕事でプラスでちょっともらえたのがあったね、基本のベースはもう前の会社の時の貯金ですね。でなんか資金を貯める時というかなるべく固定費を抑えるっていうことでその時とかはもう妹と2人で一緒に住んで、家賃が一番大きな出費なので固定で出ていく家賃をもう2人で住んで抑えたりとかしてその分を貯金に回したりしてましたね。固定費をどれだけ落とせるかでもう定期的にこう積み立てるみたいなのをしてました。では最後、フリーランスになってからの心配はありますか？フリーランスになってから心配は、あります。あるかな、もしかしたらこう YouTube とかもどうなるかわからないしとかその固定でもらってる仕事もなくなるかもしれないとか、思うことはあるかな。けどでも正社員の時もフリーランスの時もそれはそんな変わんないなと思うかな。自分にスキルがあればなんか違う仕事ができると思うからそんなにそうだね不安にはなるけどビビってることもないかもしれないどう？ビビってることは一切ありません。ない？はい。どうにかなるっていう。どうにかなる。なんか最悪働けばいいしとか思っちゃうよね。働いてんだけどね今。いやその会社で。会社でね。今までやってたことが無駄になるわけじゃないので。質問は以上でございます。皆様ありがとうございました。たくさんありがとうございました。結構ねもらってから数ヶ月ぐらい空いて回答しているものもあるのですがちょっと回答できて嬉しいというかやっと回答できたっていう気持ちもうちょっと定期的にできたらいいのかなと思いつつ、もっとねインスタグラムの方とかだったらね、カジュアルに質問答えられたりとかするからなんか YouTube だけじゃなくてそっちもフォローしてほしいね。そんな感じで質問コーナーいかがでしたでしょうか。また定期的にやりたいなと思っているので引き続きマシュマロとかなんかコメントとかで質問お待ちしてます。それではまた来週の動画でお会いしましょう。バイバーイ。